この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。僕は以前からイラストで人気を得るには、また Twitter をゼロから効率的に伸ばしていくには、漫画やゲームの人気キャラクターを描く、いわゆる二次創作がとても効果的だよという話をしてきました。そしてただただキャラクターを描くよりも、もっとそのキャラクターらしく似せて描けた方が当然受けもいいですし、フォロワーも多くつきます。うまくいけば版権元から公式でイラストを描いてくださいってね、仕事につながったりする例もちらほら見かけたり、僕自身その経験があります。ですがその反面、そのキャラクターらしさをいまいち表現できずにいると、いくら人気のキャラクターを描いてもシーン、全く反応をもらえないっていうこともザラにあると思います。なので今回の動画はキャラクターを似せるためのコツということでですね、二次創作イラストをうまく描くためのコツを紹介していきたいと思います。この動画を見ていただくことで、どこに気をつければ効率的に描きたいキャラクターに似せることができるのかを知っていただくことができ、他の人の目から見ても一発で、あ、このキャラクター知ってる、かわいいよねってね、共感を得られるようなイラストを描けるようになると思います。そしてその結果、もしかしたら、うわ、このイラスト投稿したら急にフォロワー増え始めたな、なんて効果も同時に得られるかもしれません。僕もね、過去こちらのカンコレイラストを Twitter に投稿した時、多い時で1日3000人ぐらいフォロワーが増えたことがありました。今日はそんな結果に結びつくかもしれない二次創作のコツをお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それではキャラクターに似せるためのポイント、今回は7つ紹介していくんですが、もうもったいぶらずにね、最も効果の高い順に第1位から紹介していきますね。それでは早速いってみましょう。キャラクターに似せるポイント第1位、髪型。キャラクターを一番そのキャラっぽく見せている部分は、なんといってもまずは髪型です。もしかしたら今のを聞いてね、キャラクターって顔の中身が重要なんじゃないのって思った人もいるかもしれませんが、違いますね。だって作品によっては顔の中身はほぼ一緒で、髪型だけ違えて髪型だけで描き分けてることがあるぐらい、そのぐらい髪の印象は大きいです。なぜかというと、人はそのキャラクターを遠巻きに見て、キャラクターの影、シルエットによってそのキャラクターが誰なのかをまずは判断しているからですね。こちらの例を見てください。二次三次の星川さらちゃんですね。左が二次創作で、右が実物に近いイラストです。今回は髪型だけに注目するために色はなくして表示しました。すごく可愛く描けているので一見いいように見えるんですが、髪型に注目してください。細かい部分の違いに気づくはずです。実際の添削では僕はこんな風に添削しました。はい、こちらが髪型修正後の画像ですね。こうやって切り替えると分かりやすいと思いますが、ほらどうでしょう。サイドヘアの外羽の部分と長さ、それと頭頂部付近にあるインテークと呼ばれる隙間の部分、それと前髪の形を修正しました。特に重要な部分はこの外羽の部分です。これはキャラクターのシルエットに関わる部分です。シルエットは視覚的に最も訴えかける部分なので、このシルエットが違っているとなんか似ていないっていう印象になりやすいんですね。それと前髪もすごく大事です。これはキャラクターの性格、元気キャラに見えたり打ち切り見えたりっていう部分にすごく影響を与える場所で、例えばこちらのキャラクターリゼロのレムちゃんですが、添削前はこんな風に両目とも見えるような状態で描かれていたんですが、添削後は片目を隠し気味に修正しました。実際レムはほとんど片目は隠れている印象なので、目を透かすよりもこんな風にしっかりと隠すことでキャラクターの内面まで表現することができるんですね。もうね、レムリンはものすごく主人公のスバルくんに尽くしつつも、一歩下がってスバルくんの思いを一番大事にするっていう、とてもけなげな女の子で、そういう奥ゆかしいニュアンスをこの片目を隠すことによって表現できるわけなんです。それとレムリーはスバルくんのピンチには、私のスバルくんに触るなーってね、モーニングスターをぶん回すような荒ぶるメイドちゃんでもあるんですけど、そういう部分とのギャップを生み出すためにもね、片目を隠すことが効果的だったりします。外羽などのキャラクターのシルエットに関わる部分、そして前髪の形
形、ここをきちっと元キャラクターに合わせることによって、そのキャラの印象をそのまま表現することができますし、ファンが見てもね、この人分かってるなーっていう印象になりやすいんですね。二次創作を描く場合には、まずは髪型をよく観察して再現してみてください。キャラクターに似せるポイント第2位、髪色。これはカラーのイラストに限ったことなんですが、髪の毛の色もそのキャラクターに似ているかどうかの印象にすごく影響を及ぼします。さっきの星川さらちゃんの添削動画ですが、今度はカラー表示にしてみました。一見どちらも金髪ではあるんですが、添削後はこんな風に髪色を若干濃く変更しております。どうです？ちょっとした違いなのに結構印象が変わりませんか？白髪に近いレモンイエローだった色をより濃い黄色にしつつ、あと差し色でうっすらとところどころにミントグリーンを加えたこと、あと髪の毛ではないんですがリボンの鮮やかな色を再現したこともポイントです。同じ金髪でもこれだけ印象が変わってしまいます。さっき言った髪型の修正まで加えると、髪の毛の修正だけでここまで印象を近づけることができるんですね。髪の毛の色っていうのは第一印象に関わってきます。それだけにキャラクターにとっては髪の毛の色は特に大事な部分で、作品によってはパントーン指定といって、このキャラクターのこの部分はこの番号ですって数値で正確に指定することがあるぐらい、そのぐらい大事な部分なんです。もう一つ例を出すと、こちらは同じく2時3時のかなえくんのイラスト。もうね、うっとりとした目がすごくよく描かれているイラストなんですが、髪色が元絵と比べて少し重たい印象になってしまっていました。なのでこんな風に少しクリーム色がかった明るい髪色に修正してみました。これだけでもほら、パッと見の印象すごく似たような感じがしませんか？髪型に加えてカラーイラストの場合は色を合わせることでも、絵を見た瞬間の第一印象、あのキャラクターだって一瞬で分からせる効果を持たせることができます。今紹介した髪についての2点は非常に重要なポイントですので押さえておいてください。キャラクターに似せるポイント第3位、目つき。そして次は目つきです。第一に髪の毛の話をしてきましたが、なんといってもキャラクターにとっては目が命。目の描き方はそのキャラらしさを最も表現できる部分です。こちらはツイステッドワンダーランドのリリア・バンルージュですが、特に目つきに重きを置いて添削した作品ですね。こちらのイラストすごく可愛く描かれているんですが、目がね少し印象と合ってませんでした。目って意外と描き手の性格によって知らず知らずのうちに影響が出てしまう部分で、自分の性格が明るい場合には暗くて影のあるキャラクターの目を描くのが苦手だったり、逆に自分が内気な場合には明るくてあけすけなキャラクターの目を描くのが苦手だったりするんですよ。この作品の作者さんはきっと純粋で明るい性格の持ち主なので、リリア様の持つミステリアスな目の表情を描くのが苦手なのかもしれないという予想を話しつつですね、こんな風に添削しました。まずポイントになるのは上まぶたの角度です。これによって鋭い目つきにすることができます。さらに白目の面積ですね。白目って人間特有の特徴で、人が感情を相手に伝えるために発達させてきた部分だったりします。だから動物は白目が少なかったり、そもそもなかったりしますよね。だから白目が多いとね、感情を前面に出した明けっ広げな性格を表してしまうんですが、と同時にミステリアスさは失われてしまいがちなんですよね。なのでこんな風に白目の面積を減らすことで、感情の奥に含みを持たせるようなミステリアスな雰囲気をまとわせることができるんですね。こちらはまた別のキャラクターです。ヒプノシスマイクの雨村ラムダくんです。このキャラクターも声を聞くと一瞬猫なで声というか、すごく優しい感じの印象を受けるんですが、声とは裏腹に結構眼光は鋭くてですね、その鋭い目つきが彼の内に秘めている強い思いの一端を感じさせてくれる部分になっているんですね。なのでこんな風に修正してみました。ちょっとね、こちらの添削は構図自体も変わっているので、その印象も強いとは思うんですが、目に注目してみてください。添削前は柔らかい表情だったと思うんですが、添削後は上まぶたとまつげ、そして下まつげをしっかりとくっきり描くことによって鋭い眼光を表現しております。あとポイントとしては眉毛の角度もありますね。こういった鋭い眼光にあえてこんな
下がり眉を合わせることによって本性を取り繕うような独特な雰囲気をまとわせることができます。この辺の細やかな描き分けもそのキャラクターに似せていくという意味においてはすごく重要になります。眉毛の角度なんかはね、もともと好きなキャラクターであってもあまり注目しないポイントではあると思うので、改めて観察してみると新しい発見があるかもしれませんよ。キャラクターに似せるポイント第4位、目の高さ。さて、次も目ですが、目の位置、高さですね。これによっても、そのキャラクターに似ているかどうかの印象に関わってきます。目の高さによって何が変わるのかっていうと、キャラクターの年齢感です。もう一度、さっきのリリア様のイラストを見てください。こちら、目つきを変更したとさっきお伝えしましたが、と同時にですね、目の大きさと位置も変更しております。変更前は目の大きさが大きかったので、顔全体で見ると、目が比較的下についているように見えると思います。目が顔の下の方にあると子供のような印象、そう幼く見えるんですね。これ分かりやすい例で言うとキティちゃんとかマイメロちゃんとかが分かりやすいと思うんですが、ああいった可愛いキャラクターって目が下の方についてますよね。あれってなんでかっていうと、目を下の方につけることによって子供とか赤ちゃんのバランスに近づけて、人間の守ってあげたいっていう庇護欲に訴えかけて強制的に可愛いって思わせてしまう、かなり意識的にあえてそうしているデザインなんですね。なのでそういった幼い印象のキャラクターに似せていく場合には、目を大きくして位置を下げるのは効果的なんですが、リリアくんのようにもう少し年齢が高いキャラクターに似せたい場合には、逆にあえて目を少し小さめにして重心を上に上げてあげる。こうすることによって幼児ではない少年とか青年っぽいニュアンスを追加することができるんです。このあたりの目の大きさや目の高さについてはかなり普段の絵柄、手癖による影響も強いので、日頃どういったイラストを描いているかによっても意識の方向が変わってくると思います。このリリアくんの場合にはおそらく普段は幼いキャラクターを描き慣れている作者さんな気がしますので、そういった場合には少し目を小さく高い位置にしてみようと意識すると、青年っぽいキャラクターにはうまく近づけられると思います。キャラクターに似せるポイント第5位、口元。ここは目元よりは優先度は低くなってしまうんですが、口元もすごく大事な要素の一つです。特にあざとさみたいなのを含んだキャラクターの場合には要注意です。こちらはさっきのかなえくんの添削画像ですが、さっきよりも少し添削が進んで最後の仕上げ付近の状態です。髪型や髪色、そして目元の雰囲気を元キャラに合わせて添削したんですが、なんかまだもう少しだけどこかが違うような気がする。それが口元ですね。この添削では、はい、このように変更しました。口元を猫のように、にゃーんってね、真ん中を上に吊り上げてみました。この口元の真ん中を上にこんな風にカーブさせるということは、可愛いこぶっているっていうあざとさの記号になります。例えばさっきのリリア様の場合もそうなんですが、ほら、どうですか？口元に注目すると、真ん中の部分が上に向かってカーブしてますよね。もちろんこれだけではないんですが、口元のこういった細かいニュアンスもね、実はキャラクターを構成する大事な要素の一つだったりします。他にはですね、感情をむき出しにするようなキャラクターは、歯をよく見せて笑うだったり、色っぽさを表現したい場合には、うっすらと唇に紅を引くと効果的とか、そのキャラによって変わりはするんですが、口元に注目してみると様々な発見ができると思います。ご自分の好きなキャラクターは他のキャラクターと比べて口元にどこか違った部分がないのか、ぜひ改めて観察してみてください。さらにそのキャラクターの魅力を掘り下げることができると思います。キャラクターに似せるポイント第6位、手。はい。それと、ここは結構マニアックな部分になると思うんですが、手ですね。こちらは先ほどの星川さらちゃんの添削前のイラストですね。この添削では顔もさることながら手をきれいに描くことが重要だよという話をしました。これは添削後のイラストなんですが、こんな風にですね、指先をツンと尖らせるような修正をしました。こうすることによって指が細く、長く、綺麗に見えますね。特に手に気をつけてほしいのは主に男子諸君
です。男性ってね、手フェチの人そんなに多くはないと思うんですけど、これ大げさではないので男性はよく聞いてください。男子と違って女性の皆さんはですね、ほぼ全員手フェチです。例えば男性ってほぼ全員女性キャラを描くときにおっぱいを大きく描いちゃうじゃないですか。あれってもう無意識レベルでそう描いちゃうと思うんですけど、女性の皆さんはそれと同じようにね、男性の手を描く場合にはほぼ無意識で大きく描いてしまうんですよ。そのぐらい手が好きなんです。なので女性に受け入れられやすい絵に仕上げるには手をきれいに描いてあげることが非常に重要です。そういう意味でね、最近 VTuber のファンアートすごく多いんですが、ファン目線もそうですが、ご本人に対しても、すごく可愛く描けてるって思ってもらいたいじゃないですか。そんな時に顔が可愛く描けているのはもちろんのこと、ここも綺麗に描かれていると、なんかこのイラストすごく清潔感があるように描いてもらっていて、この絵師さん、私に対してこんな素敵なイメージを持ってくれているんだってね、思ってもらえると思うんですよ。もし手の表情が分かりづらければ、こんな風に自分の写真を撮ってみると非常に参考になっていいと思います。手はかなり複雑な構造をしているので、そもそも描くのが難しいです。なので積極的に資料を用意して描くようにしましょう。めんどくさがらずに手の写真を撮ること、これだけであなたが一生懸命描いた二次創作イラストがさらに見た人に喜ばれるようになるはずです。余裕があったらこんな部分にも意識を配ってみてくださいね。キャラクターに似せるポイント第7位、衣装。そして最後、衣装についてなんですが、ここはですね、ちょっと難しい部分だったりするんですね。なので、今まで言ったことを全てできた上で、さらに気をつけるべきポイントがあればという話なんですが、でもね、衣装っていう風にざっくり言われても分かりにくいと思います。なので、ここではもっぱら衣装に含まれるラインに気をつけるといいよという話をします。さあ、また星川ちゃんのイラストなんですが、この添削をする上で、とりわけ衣装について気をつけた部分、それがラインです。特にこの黒いベルトのようなラインですね。この太さがですね、添削前は結構太めにしっかり入ってました。ここを添削後は少し細めに修正しております。これによってどう印象が変わったかっていうと、黒いベルトってね、太めに入れれば入れるほどなんとなくハードできつめな印象を与えてしまいます。大げさに言うとボンテージを彷彿とさせてしまうといえばイメージしやすいでしょうか。そんな感じのハードな印象を与えてしまいますので、ベルトを細めに調整することによってハードすぎない印象を与えるように調整したわけです。このように衣装に含まれるライン一つとっても、このラインが与える印象ってすごく大きいんですね。髪も顔も目も手も口もうまく描けているのに、なんだか雰囲気が違うような感じがするな、でもどこかわからないなっていう時は、意外とこの衣装に含まれるラインの太さなんかが関わっている場合が多いです。もし気になった際にはその辺も見直してみると、さらにあなたの二次創作のレベルをぐっと引き上げることができるかもしれませんよ。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。今回はキャラクターイラストの中でも非常に多い二次創作イラスト、ファンアートをどうやったら本物に似せることができるのかについてのコツをお伝えしてきました。今回例に挙げさせてもらった添削動画については概要欄に URL を載せておきますので、興味があればぜひそちらの動画もチェックしてみてください。特に星川さらちゃんの添削動画は今日言ったポイントほぼ全て含んでいるのと、50分ぐらいある長い動画なのにもかかわらず50万回以上再生されている人気動画です。ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。